手でやってるともう手が足りねえよと。手じゃない、じゃあどこってなった時に、じゃあ足でしょってなったわけです。フットペダル搭載をしたコントローラーでございます。なんか全然抜けれねえな。貯めてるんだか貯めてないんだかよくわからん。はい、皆さんこんにちは。ロート G の時戸でございます。今回はですね、この格好を見ていただければわかると思うんですが、格ゲー研究室の第2弾でございます。で、格ゲー研究室というのはですね、格闘ゲームに関するさまざまな事象を科学的にきっちりと検証していく企画となっております。よろしくお願いします。第1回の方はですね、現在私が使用しているレバーレスコントローラーを紹介させていただいたのですが、それまでに、そこに至るまでに本当にさまざまな試行錯誤をやってきたわけで、お蔵入りになった作品さまざま取り揃えておりますので、そちらのね紹介をしていきたいと思います。はい、今回紹介いたしますのはこちらのフットペダル搭載をしたコントローラーでございます。なぜフットペダルを導入しようと思ったのかという経緯はですね、こちらもうかなり限定的でございます。僕が、前のシーズンですね、サブキャラにバイソンを使ってた時期があるんです。で、その時のバイソンっていうのはターンパンチと呼ばれるボタン2つ以上を押しといて、それを離すという技、押しといて離すことで強力な技を出すことができるんですが、それを手でやってるともう手が足りねえよと。ただでさえ6ボタンで1個足りないのに、さらに横のボタンをホールドし続ける、これがですね、手じゃない、じゃあどこってなった時に、じゃあ足でしょってなったわけです。で、足でどうにかして操作できないものかと思いまして、こちらのフットペダル、コルグ PS1 ペダルスイッチです。で、技術者さんに頼んで、魔改造を行っていただいたわけです。で、この際注意しなきゃいけないのがですね、ボタン1つ増えてるんで、こっちのボタンは、1個潰しとかないといけません。なのでこれ、従来通りね、これ使うこともできるんですが、フットペダルを足すときは、ここ本来はこれがあったんですが、こちらのボタンは潰しているということになっております。こちらに、この基板から配線を引っ張ってきまして、で、このペダルスイッチとくっつけられるものをここから出てます。このオブシディアンのケーブルが伸びてるところからもう一本線が。で、これにこれを挿すことで、これはなんていうの、これオーディオ 6.3 ミリオーディオ、これ音楽用なのかな、コルグ。音楽用なんだ。そうなので、このちょっと音楽気分でねプレイしていこうかなと思います。それでは実演です。で、これもちろんキャラはバイソン、そして玉キャラですよね。ナンパ溜めて抜ける、ちゃんと動くのかどうか、まずはフットペダルなんですけど、手でやっていこうかなと思います。いけますね。いけますね。これこうなってて、ここがスイッチになってるんですね。で、本来ならターンパンチっていうのはこの指で溜めるということなんですが、これを利用することでもう足の方に置いちゃいますよ。で、まずはこのフットペダルをですね、こう踏み込みます。すると今もう溜まってるわけですね。これだからボタン、強パン強キックボタンを押しても反応しないわけですよ。なぜならば足で溜めてるから、強パン強系を。で、こういうふうに立ち回るわけです。これもう動かせる。はい、じゃあちょっと普通にやってみる。打ちますか。はい、
来い。あ、いいよ、いい。全然抜けれてないね。あ、そう、こんな感じだったわ。思い出した。そう、こんな感じ。これ試した時も。あ、遅いな。なんか全然抜けれねえな。あれ、あ、溜めてるんだか溜めてないのかよくわからん。そう。まあこんな感じでした。結構練習してもこんな感じで、まあこれ実践化できなかったんですよ。これなんでダメだったのかというと、まずですね、そもそも僕ら手先はものすごく器用に動かしてます。ただシビアにこういう画面を見てその時に反応して足を離すっていうのはやっぱ慣れてない。こういうね、細かい作業をするのに足っていうのはあんまり向いてないんじゃないかな。足はね、パワーは出るんですけど、この格闘ゲームをプレイするのにパワーっていうのは必要じゃないんですよ。繊細さが求められるような操作だったので、足は向いてないんじゃないかというのがまず吹っ飛べた。あとはまあこの商品の特性なのかもしれませんが、押してんだか押してないんだかよくわかんねえなっていうのが一番慣れなのかな。これ慣れでどうにかなるのかな。なのでちょっと使いましたけど、実践には程遠いなという感じでございました。ちょっと一回小作先生にこの感じを味わってもらいましょう。いいですか。はい。はい、助手の小作です。よろしくお願いします。ちょっとフットペダル試してみようと思います。はい。はい。まず打ってみる。もう今貯めてるよ。あ、もう今貯めてます。もう今溜まってます。いいですか、打ってみて。打ってみてくださいじゃあ。はい。おお。どう？今素足でやってるんですけど、なんか離す瞬間ちょっとペタってちょっとなんかくっついてる。いいね。あ、ごめんなさい。今。あ、確かに押してるんだか押してないんだかよくわかんない感じなんだし。あ、いいね。結構竜の波動に対してたまにそういうのは。ちょっとこれね、やってみりゃわかると思うんだけど、すっごい、ちょっと近いかな。やっぱね、指って速いからそうよね。そうなんですよ。足をこうやってパッてやるよりも指でフッてやる方が全然速いの。このね、フットペダルを改良すればワンチャンあるかもしれないですね。そもそもフットペダルじゃなくてボタン伸ばしてくれよかったですね。親指とかで確かによかったのかもしれない。そこら辺ちょっとみんな時間とかだ試してみてください。歯がいいって言われたんだよ俺。本当ならスイッチを上に。歯がいいらしい。はい、というわけで、フットペダルデバイスでしたが、小作先生、感想は？普段使わないところを使うので、なんかこわばっちゃいますね。あ、そう。足がちょっと疲れるよね。そうなんですよ。これはやっぱりもうちょっと改良の余地がそうですね。余地はあるかもしれないですね。そもそもちょっと押すのに力が必要になってるんで、指こっちにね集中しきれなくなっちゃってるんですよ。確かに。その分散具合もあってあんまりうまくいったとはとてもじゃないけど言えなかったデバイスです。100点満点で言うと100点満点100点満点ってまあそうっすね、55点ぐらいですかね。100点満点で言うと55点ということですので、伸びしろある。伸びしろあるんだ。もうちょっとなんかね、これなんかちょっと思ったより伸びしろあるかもしれない。改良できればいいかなと思います。ぜひかっこいい。かっこいい。ちょっとそうだよね。かっこいい。そう。機能性を取るかかっこよさを取るか。これちっちゃくすればもうちょっとやりやすくなるから。確かにちょっとかっこよさは失われるかもしれない。まあぜひともバイソン使いの方はこれからもねちょっと改善していただいて、はい、こちらオクラから引きずり出してあげてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上格ゲー研究室でした。次回以降もね、まずはお蔵入りになったコントローラーシリーズを紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。また皆さんの方でもなんかこういう発想でこういうの作ったら面白いんじゃないのってあったらぜひともコメントの方で書き込んでいただけると参考にさせていただきますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方とグッドボタン
ボタンの方もよろしくお願いいたします。それではまた。